F1 中継を見ていると解説者が頻繁に口にする言葉があります。このマシンはメカニカルグリップが足りない、低速コーナーで苦戦している。現代の F1 は空力の怪物です。巨大なウイングで地面に吸い付き、目にも止まらぬ速さでコーナーを駆け抜けます。しかし時速100キロを下回るような低速コーナーでは、その強力な空力は魔法のように消えてしまいます。そこで重要になるのが今回のテーマ、メカニカルグリップです。なぜ空力が効かない場所で差が出るのか、そもそもメカニカルグリップとは何なのか、そしてエンジニアたちはどのようにしてそれを絞り出しているのか。今回は F1 マシンの知られざるそのポテンシャル、メカニカルグリップについて徹底解説します。1、メカニカルグリップの定義。まずメカニカルグリップの定義を整理しましょう。 F1 マシンのグリップ力は大きく2つの要素で成り立っています。1つはウイングやフロアが生み出す空気の力、ダウンフォース。そしてもう1つが今回の主役、メカニカルグリップです。これはマシンの物理的な構成、つまりタイヤのゴムの粘り、サスペンションの動き、そしてシャーシの設計そのものによって生み出されるグリップを指します。空力は上から押さえつける力ですが、メカニカルグリップは路面をつかむ力と言い換えることができます。最大の特徴は速度への依存度です。ダウンフォースは車速の2乗に比例して増えるため、高速域では圧倒的な威力を発揮しますが、低速域ではほとんど機能しません。一方でメカニカルグリップは低速から高速まで常に存在し、特に時速 100km 以下のヘアピンなどではグリップのほぼ 100% をこのメカニカルな要素が担うことになるのです。2、なぜ低速コーナーで脱出が遅くなるのか。皆さんはヘアピンの出口でマシンがフラフラしたり、なかなか加速に移れなかったりするシーンを見たことがありませんか。低速コーナーの脱出でメカニカルグリップが足りないと2つの大きな問題が起こります。1つはトラクションの不足です。低速ギアではエンジンの強大なトルクがダイレクトにタイヤに伝わります。メカニカルグリップ、つまりタイヤが路面に食いつく力が弱いと、タイヤは簡単に空転し、ホイールスピンを起こします。これではせっかくのパワーも路面に伝わりません。もう一つはマシンの向きが変わらないことです。低速コーナーではタイヤの向きを変える力、つまり横方向のメカニカルグリップが重要です。これが足りないとマシンは外側に膨らんでしまい、アクセルを全開にするタイミングが遅れてしまいます。わずかコンマ数秒の遅れですが、その後のストレートでの最高速度にまで影響を及ぼす致命的なロスとなるのです。3、メカニカルグリップを生む3つの柱。ではメカニカルグリップを生み出す具体的な要素を見ていきましょう。大きく分けて3つあります。まずはタイヤ。 F1 のタイヤは単なるゴムの塊ではありません。適切な温度になった時、ゴムが分子レベルで路面の凹凸に溶け込むように密着します。これを凝着摩擦と呼びます。この粘りこそがグリップの根源です。次にサスペンション。路面は一見フラットですが、実際には微細なバンプや縁石があります。サスペンションがしなやかに動くことで、タイヤが路面から離れる時間を最小限にし、常に一定の荷重をタイヤにかけ続けます。最後にシャーシ、ジオメトリー。ホイールベースの長さやタイヤの取り付け角度であるキャンバー角、頭角、これらをミリ単位で調整することで、曲がっている最中のタイヤの接地面積を最大化させます。4、エンジニアを悩ませるセッティングのジレンマ。それならサスペンションを一番柔らかくすれば最強じゃないかと思うかもしれません。しかしここが F1 の難しいところです。メカニカルグリップを優先して足回りを柔らかくしすぎると、高速域で問題が起きます。時速300キロ近い高速走行中、マシンは数トンのダウンフォースを受けます。足回りが柔らかすぎると車体が地面に底付きしてしまい、フロア下の空気の流れが乱れ、逆にダウンフォースを失ってしまうのです。エンジニアは常に低速で曲がるためのしなやかさと、高速で姿勢を安定させるための硬さの究極の妥協点を探っています。例えばモナコ市街地コースでは空力よりもメカニカル重視の極端に柔らかい設定にしますが、高速コーナーの多いシルバーストンではメカニカルグリップを多少犠牲にしてでも車体の姿勢をガチガチに固定する設定を選びます。5、まとめ。メカニカルグリップはマシンの素顔。いかがだったでしょうか。ド派手なウイングや
複雑なエアロパーツに目が奪われがちな F1 マシンですが、その速さを根本から支えているのは目に見えにくい足回りの設計やタイヤの管理といったメカニカルな要素です。雨が降って路面のグリップが落ちた時、あるいはタイヤが摩耗してボロボロになった時、最後に頼りになるのはこのメカニカルグリップ、つまりマシンの素のポテンシャルです。次に F1 を見るときは低速コーナーの出口で誰が一番速く力強く加速できているか注目してみてください。そこにマシンの真の完成度が隠されているはずです。この動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。